はい、こんにちは。今日はね、対空ロケットをやっていきたいと思います。以前の対艦ロケットと同じように自爆ドローンを使ったロケット兵器の応用なんだけど、前回作った海上基地に防衛兵器として装備したいということで行ってみましょう。まずこの海上基地は地面から3メートル以上離れてるので、こうやって自爆ドローンを安全に使うことができます。で、自爆ドローンは水に触れると爆発するので、こうやって海に投げると知ってたはい、この海上基地のメインユニットは主に草でできてるので、近くで爆発した時に火花を食らうと炎上しちゃいます。前回の最後にもうちょっと準備が必要って言ってた通りなんだけど、今回は軍事ユニットを作るところからやっていきます。で、荷物の輸送にはおなじみのトラックを使います。以前水陸両用にプチ改造してたんだけど、今回ちょっと水上を輸送したいので、さらにプチ改造で水に浮くための草を追加してみました。これで試してみると思ったよりもちゃんと進んでますね。前輪につけたパドルと浮きを追加したことでパドルついてなくない？ちょっと待ってね。前回の映像でちゃんとパドルついてるよね。なんで？ここか。はい、床のパネルを作った時に設計図の範囲内に入ってたみたいで、パドルを材料として認識されて剥ぎ取られちゃってますねはい、とりあえずパドルを付け直しましたこれで動かしてみるとこれはこれでちゃんと動くとして、パドルなしの時と速度は変わらないですね。パドルなしでも動くことに疑問も心当たりもあるんだけど、ちょっとね、こいつは今回脇役なので、この話はいずれ水陸両用車を主役にする時のために置いといて、本題を進めます。で、軍事ユニットの床を何で作るかというと、プラスチック。合金は重すぎて運ぶのに苦労するんだけど、プラスチックはそこそこ重くって、そこそこ耐久性があって、そこそこ燃えにくいっていう便利素材ですね。とはいえ大掛かりなものを作るとなるとやっぱりそこそこ重いので、このとても運びにくい床材をどうやって運ぶのかというと、以前船を作った時に同じことをやったんだけど、プラスチックはそこそこ水に浮くので水中だと軽くなります。なので数百キロあるような量でもこうやって手で持ち運ぶことができます。とはいえ深いところでは泳ぎながらになって結構疲れるので、ここからトラックの出番ですね。で、水上で泳ぎながら組み立てるのは難しいので、メインユニットの時と同じように
組み立ててから持っていきます。浅瀬なら水に浮いて軽くなるので、陸上で作るよりも楽ですね。よし、これをトラックの後ろにくっつけて持っていきます。荷物があるとスピードは落ちるんだけど、これだけ動けば十分かな。とりあえずトラックは固定しとくとして、ちょっとね、前回も気にしてたんだけど、メインユニットやっぱりちょっと傾いてる気がするので、こっちの軍事ユニットは真面目にくっつけようとしてるんだけど、よし、ちゃんと水面スレスレで正確にくっつきましたね。その結果、やっぱメインユニットがちょっと傾いてることが確認できたんだけど、今は置いといて暇な時に直します。よし、これで軍事ユニットが完成しました。スポナーはある程度ドローンから離しておかないと次のドローンを生成しないんだけど、もうちょっと伸ばさないとダメか。これでどうだ？よし、これで無限にドローンが生成されますね。で、プラスチックがそこそこ耐久性があるとは言ったんだけど、まともに近くで爆発すると壊れるので、今回は対艦ロケットで発射管として使ったこのアームを流用して少し距離を離すことで解決しときます。いざ。よし、船と違って揺れないし、発射管の操作で足場が動いたりもしないので、いい感じに発射できますね。微妙に爆風が届く時があるみたいなので、念のためもうちょいギリギリまで伸ばしときます。で、もうちょいドローンを増やしながら試そうとしてるんだけど、この構造だとドローンを増やした分スポナーに近くなって、スポナーの近くにあるで判定に入っちゃうみたいなので、船の部品を持ってきてもうちょい先端を伸ばしてます。このくらい伸ばせば大丈夫みたいですね。で、今回の対空ロケットは実質対艦ロケットでやったのと同じ自爆ドローンを組み立てたものなんだけど、足場が固定してるっていう大前提を改善した以外のところって何が違うか説明しときます。これも対艦ロケットでやった時に思ったんだけど、そもそも横に飛ばすことが難しい。どういうことかというと、これがロケットとしてドローンは着水すると爆発するので、真横に着水すると全てがその場で爆発して横に飛ばない。なので斜めに着水する必要があるんだけど、その場合残ったドローンの重さで下に傾くので、角度と運次第では頭から着水して爆発しちゃうことがあるんだよね。それを縦に起爆させると重量は下に働くので、横に向けるよりも安定性が高い。なので少なくとも狙った通りに起爆はするってな寸法です。ざっくり説明するとそういう感じなんだけど、あとどちらも共通して発生する現象として爆発の衝撃で向きが変わるってのはあります。とはいえ実際試してみるとかなりまっすぐ飛んでますね。
本来なら風の影響とかも受けるはずなんだけど、何回やってもほぼ綺麗に垂直に上がるのって多分火薬と草で作るよりも重量が重いのって風に流されにくいんじゃないかな。まあとにかくここまで安定して発射できるとなると空から飛んでくる敵にかなり有効なんじゃないでしょうか。とはいえこの世界では空に敵はいないのって本当にいないのってまああれについてはちょっと後で話すとしてしょうがないので今回は威力だけを見せびらかしていきます。ちょっと途中でわからなくなったので切りのいいところってドローンは40個用意してみたんだけどこれだと重くて持ち上げることができなくなったのでひとまずテコの力を利用して反対側に重りを乗せてみます。これならギリギリ動かせますね。それはいいんだけどさっきから上に飛んでる様子がカメラに入りきってないのでちょっとカメラ位置を調整してちゃんと入りきる場所を探し回って最終的には噴気口のあたりから試したんだけどそれでも入りきらないですねこの島でちゃんとした画角が撮れるところだと噴気口あたりが限界なのでまあここまでやっても画面に入りきらないってところでこの対空ロケットの威力だけは分かってもらえたんじゃないかなひとまず今回はめちゃくちゃよく飛ぶロケットが作れたってところでいいでしょ。ということで対空ロケットやってみたわけなんだけどいかがだったでしょうか。で本当はね空を飛ぶ敵としてエール氏のところの空飛ぶ雑魚キャラを登場させる予定だったんだけどこいつ全然まともに飛んでくれなくってこれねエール氏ご自身も結構苦労してたみたいなのでなかなか使いどころが難しいですねで今回みたいにまっすぐ飛ぶだけだと飛んでる敵に対して命中率がいまいちなので例えばこんな感じで横にくっつけたりすると横に広がる球が打てるって思ったんだけど理屈は間違ってないはずなんだけど実測で綺麗に拡散しなかったのでこの辺のバリエーションはもっと研究する余地がありそうです。あと今回はドローンだけを使ったんだけど火薬と組み合わせた使い方も研究中でこれは火薬とドローンの特性を組み合わせたものでこうやって海に放り投げるだけで結構な距離を飛んでいきます。勘のいい方はこれを見ただけでなるほどねってなるかもしれないんだけど詳細はいずれこれを実用化できた時にでも説明しましょうかね。でこの第2海上基地でやりたいことは他にもいろいろあるんだけどとりあえず第1海上基地の時に出したこの画像これがまだ実現できてないのでこの上に書いてあるやつを実現したいということで次回はヘリポートやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。